今回のお話は、凄腕の海外のインフルエンサーが最近紹介している銘柄、ティッカーシンボル DAWN を中心に紹介していくよ。まず、最初に今のバイオセクターに関する自分の考えをまとめておくよ。その後、参考にしているインフルエンサーがどれぐらい凄腕かを紹介するよ。そこから DAWN について説明するよ。PDUFA、これは FDA の承認の目標日のことだけど、2024年4月30日に設定されているので、4月30日、もしくはそれよりも前に承認が発表される可能性があるよ。なので、急遽この動画を作成したよ。短期的に今が旬の話なので、後回しにせずよく聞いてね。まずは、今のバイオセクターについてのトマトちゃんの考えをまとめておくよ。バイオセクター ETF XBI の冷やしチャートはこちらだよ。10月下旬に安値をつけた後、3月頭に高値をつけて、そこからずっと調整してきているのが現状だよ。調整の理由は、例えば原油 WTI を見てみると、去年はずっと原油価格が下落してきていて、これがバイオの上昇の材料になってきているけど、2月、3月は上昇を続けたため、インフレ再発が懸念されているよ。さらに、米国2年債利回りのチャートがこちら。こちらも、去年は金利が低下し、これがバイオセクターの上昇につながっていることは、バイオセクターの動画で解説したよね。まだ見ていないならば、そちらの動画も見てね。あの時にも金利には注目と説明していたけど、その金利が最近上がってきているよね。これがバイオセクターの調整につながっていると思っているよ。では、今後、この金利はどうなるか考えてみよう。今はちょうど 5% の手前まで来ているね。利上げ懸念とか出ているけど、FRB の基本路線ではないし、高路線を織り込みすぎている感があるよね。去年の秋の高値も 5.2% だったよね。仮に何かの材料で 5% を超えても、去年の秋を超えるとはなかなか想像しにくいよね。米国10年債利回りも同様の動きだよね。今の水準は 4.6% で、去年の秋は 5% あたりまでいったよね。ここから長期金利が大きく上がるかというとどうだろう。経済指標も雇用統計 CPI の結果を受けて上がってきたところがあるけど、どちらも内訳とか見ていくと本当に強いのかというとそうでもないところもあるよね。となると何かのトリガーで金利が下落する可能性って結構あるのではないかと思っているよ。バイオセクター ETF の XBI のチャートに戻ると、金利上昇といった理由で調整してきたけど、今の水準って高値と安値のちょうど真ん中らへんなんだよね。ちょうど200日移動へ移金線のところでもあるよね。金利がこれ以上上昇しないならば、ここら辺で調整が止まるシナリオもあり得るのではないかと思っているよ。そして何かのトリガーで金利が下がると、ここからまた上昇していく可能性もあると思っているよ。ただ、では、高値を超えて大きく上昇していくかというと、それには経済の弱さが出て、金利が大幅に低下しないと難しいかも、と思っているよ。金利が高い水準に維持される可能性も考慮して、長期というよりも短期的な切り返しに期待したい局面だと思っているよ。なので、もう一度、バイオに今注目したいと思っているよ。以前のバイオセクターの動画でも説明したけど、私のバイオの投資戦略はみんな覚えている？バッタじゃないよ。イナゴだよ。バイオ銘柄の選定は難しすぎなので、最近は諦めて、すごそうな人をイナゴすることを徹底しているよ。それが誰かは、この動画で出てくるティッカーシンボルをX で検索すれば特定できるので、自分でやってね。海外のバイオ株を分析している人だよ。どちらかというと長期投資の人で、銘柄を徹底的に分析して、
そのティッカーシンボルを紹介してくれるよ。かなり時間をかけて分析するので出てくる数は少ないよ。イナゴだからという理由で今回のティッカーシンボルも紹介するので、その人がどういう銘柄を出してきたかを簡単に振り返ってみるよ。イナゴするかは自分で判断してね。まずはティッカーシンボル VKTX。実はこの人に対してなぜイナゴを自分がしようかと思ったきっかけはこの銘柄だよ。VKTX は専用の動画を作ってあるので、どんな銘柄かはそちらを見てね。2月の上旬に肥満薬を知って、それを調べようと思っていろいろ情報検索していたら、すごい的確な解説を見つけて、この人をフォローするようになったというか、イナゴするようになったよ。VKTX も初めて言及したのは2023年12月4日で、その後肥満薬の2回の試験結果を経て、ピーク時は5倍以上、かなり調整したけど、それでも3倍以上という状況だよ。ついでにトマトちゃんのこの株の考えも説明しておくよ。長期で今後の相場展開として金利が高い水準で維持されるシナリオになった場合は、最終的には成長率が高い銘柄が残ると思っているよ。けどそのテーマって今あるのは生成 AI と肥満薬ぐらいだと思うよ。個人的には生成 AI も肥満薬もまだまだ過小評価しているのではないかと思っているよ。そうなるとこの肥満薬の銘柄も長期では LLY や NVO と一緒に上がっていく可能性があると思っているよ。まずは4月30日に LLY の決算、5月2日に NVO の決算があるので、そこで肥満薬の売り上げを確認したいね。完全に話が脱線してしまったけど、イナゴしている人の次の銘柄を見ていこう。ティッカーシンボル ARQT。こちらもバイオセクターの解説動画に説明を入れたよね。興味がある人はそちらを見てね。この銘柄も2023年12月15日に初めて言及して、そこからピーク時には5倍以上、直近調整があったけど、それでも3倍以上だよ。一応フェアな解釈なため言っておくと、 XBI のチャートからわかるように、去年の秋から3月頭までバイオセクターは追い風だったので、全体の流れが良かったことがあるよ。それでも3倍、5倍は有料株だと思っているよ。ティッカーシンボル FUSN。これは残念ながら解説動画は作れなかったね。2023年12月28日に初めて言及されたよ。その時に将来ティッカーシンボル AZN に買収されるのではと予想していたよ。その後株価は上昇していったものの、3月から調整して、これはうまくいかなかった銘柄かなと思ったら、3月中旬に AZN に買収されると発表されたよ。かなり買収プレミアムがあったから、こちらも株価が2倍以上になったよ。ティッカーシンボル IOVA。こちらもバイオセクターの動画で簡単に説明したよね。初めて言及されたのは2月12日で、今回と似たケースで、PDUFA の期限が2月下旬にあって、それも含めて注目という話だったよ。その後、予定より1週間ぐらい前に承認の発表が出て、そこから急上昇して、ピークでは2倍まではいかなかったけれど、それに近い水準まで上がったよ。その後はずっと調整して、上昇幅はかなりなくなっちゃったね。窓埋めまで行くならば、長期では面白い株かもね。ティッカーシンボル AQST。こちらはアナフィラキシーショックの動画で解説したよね。見ていない人はそちらも見てね。初めての言及は2月22日で 2.63 ドル。そこからフェーズ3の結果が出たピーク時には 6.23 ドルまでいったよ。そこから公募増資などの材料で調整したけど、それでも最初に比べればまだまだ高い水準だよ。
4月18日にも大幅上昇を見せて、ここからの動きにも注目だよ。プドゥーファの期限が4月28日に設定されているので、来週の動きも注目だよ。ちなみに、すべての紹介銘柄が上がっているかというと、それ以外のバイオの2銘柄、さらに宇宙関連も1銘柄上げていたよ。バイオの2銘柄は、今のところ、冴えない株価なので、完璧ではないよ。バイオの専門家と思っているので、他のセクターはほとんど出てこないけど、そこには注目しないよ。それでもここまで紹介した銘柄の恐ろしいパフォーマンスは、凄腕のインフルエンサーと自分は認定しているよ。そのインフルエンサーが先週紹介した銘柄が、今回紹介する銘柄、DAWN だよ。なんで、これほど、このインフルエンサーの実績について説明するかというと、DAWN を自分で調べてみたんだけど、理解しきれないところがあるんだよね。ここから、この銘柄についての紹介が始まるんだけど、試験結果が良好、おそらく承認されるのでは、まではわかるんだけど、希少疾患という難しい領域で、それ以上のことがよくわからないんだよね。FUSN の動画をなぜ作らなかったかというと、同じ理由なんだよね。肥満薬である VKTX、アナフィラキシーショックの AQST、皮膚疾患の ARQT は自分なりには理解できるんだけど、今回はなかなか難しかったよ。理解できない銘柄には投資しない人には向かないかもね。そこで出たのがこちらだよ。投資で重要なのは何を買うかではない。誰が買った銘柄を買うかだ。これを信じるかどうかが今回の重要な分岐点だよ。それはともかく銘柄の説明に入ろう。ティッカーシンボル DAWN。遺伝子によって引き起こされるがんの治療薬を開発している会社だよ。開発のパイプラインがこちら。一番上、トボラフェニブ。小児型微慢性低悪性度神経膠腫に対する薬だよ。どんな疾患かは次に解説するよ。FDA と欧州で希少疾患薬の指定となっているよ。上のものは化学療法をして再発した人に対する試験だよ。フェーズ2の結果があるよ。これに対するプドゥーファの期限が4月30日だよ。フェーズ2の結果だけど、後で説明するけど、治療薬がないこともあり、承認のステップに進んでいるよ。その下のものは第一選択薬としての試験だよ。上のものは化学療法で治療できない患者のみだけど、下のものは化学療法をする前に効果があるかどうかを確認する試験だよ。フェーズ3の試験になるよ。第一選択薬かどうかはかなり重要だから、この試験も注目だよね。他にフェーズ1の薬剤とプレクリニカルの薬剤があるよ。対象の疾患について説明すると、子どもの脳腫瘍では最も一般的なタイプだよ。米国で推定26,000人ぐらいだよ。標準的なケアも承認された治療もない疾患だよ。手術が主要な治療だが、大部分の患者で薬物治療が必要とされているよ。70% ぐらいが特定の遺伝子変異を持っているよ。遺伝子によって引き起こされる疾患ということだよね。症状としては、転換発作、筋力低下、内分泌不全、視覚障害、バランス障害、咀嚼や会話困難、正常ではない呼吸などがあるよ。治療薬のメカニズムを説明すると、病気ではない人は RAS が活性化されると RAF が活性化され、MEK が活性化され、ERK が活性化されて増殖と生存をするよ。それに対して遺伝子に変異があると、これは遺伝子の一文字が別の文字に変わってしまうことを意味するけど、RAS が活性しなくても増殖するよ。増殖することで腫瘍細胞が成長するリスクを持つよ。もう一つは遺伝子融合。これは何らかの理由で他の遺伝子とくっついてしまう場合もあって、
この場合も RAS なしで増殖するよ。本来は適切なタイミングで RAS によって活性化するものが、それとは関係なく、その下流のものを活性化させてしまうのが原因となるよ。トボラフェニブは、この遺伝子変異または遺伝子融合しているところをブロックする薬だよ。これがフェーズ2の試験内容だよ。細かいところの説明は省略するけど、主要評価項目は、ある基準に基づく効果があった患者の割合になっているよ。結果がこちら。右側の列のところが先ほどの主要評価項目だよ。括弧の中がパーセントだよ。67% ということで良好な結果だったよ。数値結果だとバイオが詳しい人はいいけど、そうでない人だと実感がないかもしれないので、おまけに入っていた症例のデータを説明するよ。この患者さんはトボラフェニブを投与する前に2つの抗がん剤を使って効果がなかった人だよ。右下のグラフが上に行くほど腫瘍の状況が悪いことを示していて、縦の点線がトボラフェニブを投与した時を示すよ。ずっと悪化し続けていたので投与したけど、投与後数値が下がっているのがわかるよね。左側が画像で、白いのが腫瘍だよ。左が投与前、右側が投与した後、6サイクル後だよ。明らかに白い部分が減ったね。別の患者を見てみよう。この患者は4つの抗がん剤をすでに投与していて、効果がなかったよ。右下のグラフも徐々に悪化していて、トボラフェニブの投与、3ヶ月前ぐらいから急激に上昇して、そこでトボラフェニブを投与したよ。結果は3ヶ月で結構下がり、その後も下がり続けているよ。左側の画像も白い部分が時間とともに小さくなってきているのがわかるよね。こちらが財務状況で、現金同等物、短期証券は366ミリオンダラーあるよ。ネットロスは188ミリオンダラー。2026年までキャッシュは持つということなので、増資の可能性は高くはないかもね。ただ、株価上がるとみんな増資してくるので、油断はできないけどね。DAWN のポイントをまとめるとこちら。この疾患に対して治療法は化学療法と放射線療法以外にないのが現状だよ。どちらも副作用がひどく効果のない治療法だよ。よって承認されれば患者、家族、医師のニーズは高いよ。臨床試験結果は良好なものだったよ。4月30日が承認期限となっているけど、こちらは化学療法後の再発、進行している患者に対する承認だよ。第一選択薬のフェーズ3の結果が良好ならば、化学療法前に使用を許可されるよ。結果が良好のため、FDA は6歳から25歳の対象としたもの。さらに化学療法前に治療できる試験の実施を許可しているよ。すでに営業部隊を雇用済みで承認前だけど、売る気はかなりあるよ。承認後2週間以内に発売予定と言っているよ。すなわち準備万端だよ。最後に冷やしチャートはこちら。先週の火曜日に初言及したよ。その後、株価はやや上昇するも、金曜の調整相場に巻き込まれて、調整しているのが現在だよ。時価総額は 1.3 ビリオンダラーぐらいだよ。まあまあの大きさだよね。機関投資家の比率は 89%。バイオ株は開発が進むに従って、機関投資家の比率が増えていくので、承認前としては、まずまず買われている感じかな。ショート比率が 12% と、すごく多いわけではないけど、そこそこショートされているね。上がる場面があれば、少しは踏み上がるかな。4月30日が承認の期限だよ。4月30日に承認するかわかるということではなく、4月30日までにわかるということだよ。ギリギリに発表されることが多いけど、IOVA なんかは
1週間前に発表されたので、その前に来る可能性もゼロではないよ。承認期待で事前に上がるかどうかはわからないけど、承認前のエントリーポイントはあまり期間はないということだよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。